こんにちは、パワミです。本日はデータ型とは何かについて、パワー BI 画面での型の変換方法と合わせて解説します。本日の流れです。はじめにデータ型とは何かを簡単に説明します。次にパワー BI を操作しながらデータ型の変換方法を解説します。データ型はパワー BI でデータを扱う際の基本なのでしっかり押さえましょう。パワー BI だけでなく、パワーアップスやパワーオートメイトでデータを使う際にも必要な知識になります。このチャンネルでは、パワー BI、パワーアップス、パワーオートメイト等、パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめに、データ型とは何かを説明します。データの型とは、その値が整数なのかテキストなのかなど、どのような種類のデータかを示すものです。パワー BI では主に表に示したような数値型、テキスト型、日付時刻型、True・False 型などがあります。この4つはよく使うデータ型になるので、まずはこれらについて分かっていれば大丈夫です。数値型のデータの中身は1、2、3や1.1、1.2 などの数値データです。この数値型はデータの値を合計したり平均を取ったりなど値の計算・集計をすることができます。一方でテキスト型のデータの中身は IU や ABC あるいは123というデータが入っていることもあります。ただしテキスト型のデータに123というデータが入っていても数値型のように値の計算・集計をすることはできません。日付・時刻型のデータは2021年1月1日9時のようなデータを扱えます。例えば日付から年や時間を分離したり、データに入っている日付の値から現在の日付までの期間を計算したりできます。最後に True・False 型は Yes か No のどちらかを表す値です。プログラミングをやっている人はブーリアン型と聞けばわかると思います。例えばアンケートの項目にあなたは会社員ですかという質問があった場合、回答としてははいかいいえを選択します。このはいかいいえのどちらかが入るデータが True・False 型のデータになります。この中で特に数値型とテキスト型の区別は重要になります。数値型とテキスト型はどちらもよく使うデータ型です。データの例としてスーパーの売上一覧で説明します。この一覧データには日付、商品コード、商品名、原価、売上の5つの列があります。この5つのデータはそれぞれ何のデータ型になるでしょうか。まず日付は日付型、商品名はテキスト型というのはすぐにわかると思います。残りの商品コード、原価、売上は何のデータ型になるでしょうか。どれも数値データが入っていますが、商品コードはテキスト型、原価・売上は数値型になります。理由は先ほどの説明を思い出してください。原価・売上は合計したり返金したりと値を集計するデータなので数値型になります。一方で商品コードは値を集計する必要がないためテキスト型になります。この違いを理解してもらえればとりあえず OK です。概要欄に Power BI のデータ型を解説している Microsoft のページも貼っておきますので参考にしてください。それでは今説明したデータ型について Power BI の画面でデータ型の変換方法を解説していきます。今回は説明のため簡単なスーパーの売上一覧のサンプルデータを作ってみました。サンプルの Excel データの中身はこんな感じです。売上日、伝票番号、商品コード、商品名、分類コード、分類名、原価、売価、売上数の9列のデータです。まずは Power BI デスクトップで Excel データを読み込みます。シートは売上サンプルデータのシートのみです。
データの変換をクリックすると Power Query エディターが立ち上がります。この Power Query エディター上でデータの変換をします。まず一番右の適用したステップを見てください。ここには Power Query エディターで行ったデータの変換の操作すべてが記録されます。一番下に変換された型というステップが記録されています。すでに Power Query エディターでデータの変換がされていることがわかります。これは Power BI が読み込んだデータの中身を見て、なんとなく適切なデータ型に変換してくれているためです。今それぞれの列のデータが何の型になっているかは、列の左のアイコンを見ればわかります。一番左の売上日の左にカレンダーのマークがついています。これは日付型です。アイコンをクリックして別のデータ型を選ぶとデータ型の変換ができます。例えばデータに日付と時刻が入っている場合はこの日付時刻型に変換します。今回は日付のみのデータなので日付型のままにします。隣の伝票番号を見てみます。アイコンは123という数字が表示されています。これは整数型です。数字のデータが入っている場合は、データの読み込みの際に、だいたいこのような数値データに自動的に変換されます。今回、この伝票番号は集計する必要のない値なのでテキスト型に変更します。伝票番号の左の123のアイコンをクリックして、ABC テキストを選択すると、テキスト型に変換されます。データ型の変換をしようとしたら、列タイプの変更というポップアップが出ました。これは一つ前のステップでデータ型の変換をしていて、さらに今回データ型の変換をしようとしているため、前のステップに上書きするか、それとも新規手順として追加するかということを聞かれています。今回は前のステップに上書きしても問題ないため、現在のものを置換をクリックします。これで伝票番号が整数型からテキスト型に変換されました。商品コード、分類コードも集計する必要のないデータのため、同じように整数型からテキスト型に変換します。この時、複数列を選択して一気にデータ型を変換することもできます。コントロールキーを押しながら列を選択すると複数の列を選択できます。商品コードと分類コード列を選択したら変換タブのデータ型をクリックします。今は整数型になっているのでテキストを選択してテキスト型にすると2つまとめてテキスト型に変換できます。これで商品コード、分類コードの2列もテキスト型に変換することができました。その他のデータについてはこのままで大丈夫そうです。商品名、分類名はテキスト型、原価から売上数までは整数型です。原価、売価、売上数は数値型なので計算をすることができます。例えば、売上額を計算で出して列を追加してみます。売上額は売価×売上数なので、まず売価と売上数の列を選択します。そして列の追加タブの標準から乗算を選択すると、売価×売上数の計算結果の列が追加されます。列名をダブルクリックして名前を変えておきます。今行った乗算などの計算処理は数値型でなければできません。試しに伝票番号と商品コードを選択してみても
先ほどの標準ボタンがグレーアウトしてクリックすることができません。これは伝票番号と商品コードがテキスト型であるためです。四則演算の計算をしたいのに標準ボタンが押せないというときは、データ型が数値型になっているか確認してみてください。では、パワークエリエディターでの操作が終わったので、ホームタブから閉じて適用をクリックします。パワー BI デスクトップに戻りました。フィールドタブの売上サンプルデータの中身を見てみると、先ほど計算した売上額の列がちゃんと追加されています。この中で数値データは集計できるデータで、列名の左側にシグマのマークがついています。また日付データである売上日の左にはカレンダーのマークがついていますね。少しグラフも作ってみます。ドーナツグラフに分類名ごとの売上額を表示してみます。値に売上額、判例に分類名を入れます。この時、売上額のデータは合計値が表示されていますが、これを例えば平均値で表示することもできます。このように数値型のデータは合計や平均などの集計をすることができます。もう一つグラフを作ってみます。積み上げ縦棒グラフで軸に売上日、値に売上額、判例に分類名を入れてみます。売上日を入れた軸を見てください。日付データが年、四半期、月、日に分解されています。これにより年、四半期、月、日ごとにデータを集計してみることもできます。今回は少ないデータなのであまり面白くないですが、実際は大量のデータを集計すると思うので、このように Power BI で自動的に集計されたグラフができるのはとても便利だと思います。今回はデータ型とデータ型の変換方法について簡単に説明しました。最後になりますが、Power BI でデータ型の変換はとても重要です。エラーの原因がデータ型の指定の間違いであることも多いので、しっかり押さえておきましょう。今後も Power BI のいろいろな操作方法を紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。